はい、こんにちは、吉田です。今日はですね、オートデスク様とのコラボ動画ということで、ちょっとお話をしていきたいと思います。あるところでですね、オートデスク様とお話をする機会がございまして、その中でですね、ちょっとお話を聞いたのが、吉田さん今度製造業向けのイベントやるんですよ、というところで、もしよかったら来ませんかというところで、じゃあぜひお邪魔させていただきますっていうところでですね、ちょっとお邪魔することになりまして、それでそのオートデスクさんが単独でやられてる製造業向けのイベントにお邪魔してきました。そのイベントがどういうものかっていうとね、こちらなんですね。製造業向けビジュアライゼーションデイというところで、製造業向けなんですけど、ビジュアライゼーションってなんだっていう話ですよね。ビジュアライゼーションというのは簡単に言うと可視化するっていう話ですね。要するに視覚情報にしましょうっていうところなんですけど、具体的にどういうことを言ってるか、この製造業向けっていうところでどういうことを言ってるかっていうとですね、最近ですね、例えばアニメとか、もちろんゲームとかですね、そういうところでは3D モデリングっていうのももう本当に一般的に使われるようになってきたと。で、特撮映画なんかでも、もうコンピューター上で、そのシーンを書いていく、作っていくっていうようなことを、VFX とかですね、やられてるわけですね。で、製造業って、もともと図面持ってますよね。要するに部品を作る、製品を作るための形の情報も持ってるわけですね。で、それを 3D CAD にしていれば、もう3次元の形を持ったその製品の形の情報を持ってるわけですよね。で、それを活用して、要するにですね、製品を作るための仕事以外のところでもその 3D の形を、利用しましょうというところですね。そこが特にその製造業向けのビジュアライゼーションというところですね。で、この領域って結構、前から業界によっては結構頻繁に話題に上がってたり、長く取り組まれてる会社さんも、いらっしゃって、どういうところかっていうと、特に自動車系ですね。自動車系で特にカタログで、例えば色違いの写真なんかあるじゃないですか。ああいうのを実写で用意しようとすると大変ですよね。でも、3D でも図面があるわけで、あとはその 3D の色を変えられれば、それで、その車が、どういう色になったらどんな雰囲気に見えるかっていうのがわかるよね、みたいな形で、取り組まれてたりするわけですよね。そういうですね、もともとその車を作るための、情報としての 3D CAD の図面だったんですが、その中でもその特に外装の部分とか、内装の部分とかを活用して可視化する、お客様に見せるための情報を作るっていうようなことをやるというような感じのことですね。というわけで、そういうところをもっと使いませんかっていうような感じで、やってるっていうのがこの製造業向けビジュアライゼーションデイだったわけですね。で、オートデスクさんは、要するにですね、製造業の方だと、インベンターとか、オートキャドが、よく使われてると思うんですね。オートキャドがよく使われてるかな。で、インベンター 3D ですね。っていうところが、まず軸としてありますよと。実は、オートデスクさんの製品としては、他にもですね、3ds Max とか、Maya とか、そういうですね、いわゆる製図用、設計用のソフトだけではなくて、そういう 3D モデルを使って、映像を書き出したり、形を書き出したりとか、そういうことができるような、アプリケーションもお持ちっていうところがあって、それをベースにですね、もっといろんなことが実はできますよっていうようなことを、おっしゃられてるっていうのが、現状の、オートデスクさんの取り組みというところですね。で、その取り組みを見させていただいてというところなんですけれども。で、製造業の方もすでにですね、オートキャド、インベンターを使われている会社さんの中で、もしかしたらですね、こちらのセットの方がお得ですよ、みたいな形で進められたものがあるんじゃないかなと思うんですよ。それが何かっていうと、プロダクトデザイン&マニュファクチャリングコレクションっていうパッケージがあるんですよね。ソフトウェアの商品のパッケージがあるんですよ。オートデスクさんに。で、オートキャド単体、インベンター単体で買うよりは高くなるんですけれども、その代わりですね、その図面を描く、設計をするソフトと、
その実際に 3D モデルとして書き出す、その形状を見せるための、書き出しができる、ソフトと両方入ってるものがですね、あるんですよね。で、実はですね、これが、要するにこれをお持ちの方はもうだからある意味ではもう追加の費用なしですぐにできるっていうところで、それだけですね、実はオートデスクさんとしては、要するにメーカー側、ソフトメーカー側としては、こういうのもありますよっていうのは、もう言ってると。どれぐらい使われてるかっていうと、使われきってはいないんですよねっていうのが現状というところで、そこに対して課題意識というかですね、もっと皆さんに使っていただきたいなっていうふうに思われてるっていうところが、ポイントとしてはあるというのがこのイベントの趣旨ですね。で、実際拝見しててですね、協賛企業のブースもたくさんあってですね、いろんな会社さんがあったんですけど、例えば、HP さんとかレノボさんみたいな、要するにその 3D を扱えるような、強力なパソコンとかワークステーションをお持ちの会社さん、エルザさんもそうです。エルザさんも、グラフィックボード、出されてますから、そこで、強力なハードウェア側を提供するっていうところでやられてるっていうところと、同じような、形を作るというようなソフトではありますけど、CAD ではない。その代わり、グラフィックとか本当にモデリングっていうところに特化している会社さんとして、Adobe さんも出展されてましたし、やっぱり自動車メーカーさんとかに、お取引がある火災工業さんとか、前々からね、メガネとか必要なく、立体で画像が見られるっていうモニターを出してる会社さんがあるんですよ。ソニーさんなんですけど、ソニーさんのそのモニターの新しいモデル、もっと大型のモデルがですね、なんか出てるみたいで、そのモデルを見せていただけたりとか、今年2024年のセスで発表された VR グラスで、X ライトさんの測色機と合わせてより正確な、カラーマネジメントができるようにしていきましょうみたいな形で、展示されているものっていうのもありましたし、そういうところでですね、これから活用していくためのツールっていうところの、アピール、見せ方っていうところですね。そういうものが、出展されていたりですとか、実際にも活用されている会社さんとして、先ほど申し上げたような、火災工業さんの、実際デジタルでモックアップを作るというようなところもそうなんですけども、大和化学さんが、実際に製品の画像とか、研究室用の重機とかを販売してらっしゃいますから、大和化学さんは。その大和化学さんの、実際の商品を配置した時の、レイアウトの作り方とかも、CG で作ってますよ、みたいなお話があったりとか、あとは今尾さんですね。今尾コーポレーションさんが実際に製造業として活動されているその横で実は、オートデスクさんのソフトウェアも販売されていて、かつそれを使った、サービスというか取り組みもされている。それが、工場のレイアウトをデジタルで再現するっていうようなことだったりとか、実はその工場のレイアウトをデジタルで再現できるソフトウェアもさっき言った製造業向けのパッケージの中に入ってるんですよ、オートデスクさん。そんなことね、知ってましたそれを使えてる会社さんどれぐらいいるのかって話ですよ。正直言うと、そんなにいないと思うんですよ。だってわかんないもん。だっていきなりそんなのが入ってたら、これこうやったらできるんだっていうほど、簡単じゃないので、私もちょっとそのソフトを動かしてるとこ見せていただいたんですけど、結構大変なので、すぐにはできないかなっていうところもあるし、ただその代わり、その社内の自分たちの会社の情報をまとめられれば、それだけでですね、結構なレイアウト変更とかは、それをベースにしてやっていけばいいので、非常に取り組みやすくなるソフトだなっていう感じもしますし、そういうようなですね、オートデスクさんいろんな商品をもうお持ちなのに、つなげて使っていただけてないっていうところ。で、もっと言うと、オートデスクさん自身もどうやってご説明したらいいのかなっていうようなところがちょっとあるっぽいというような印象を受けました。そのビジュアライゼーションっていうところに関しての、だからそういう意味では 3D モデル活用、3D CAD で作った図面の活用っていうところは、もうそういうすでにですね、活用している会社さんですとか、ツールを開発している企業様がもうすでにあるので、ある意味ではそういうところと組んで活用していくっていうところが、一つはアイデアとしてあると思うんですね。ただ、もう一つですね、やっぱり
今回のイベントはね、ビジュアライゼーションがテーマなので、そういう範囲の話っていうところはそうだと思うんですけど、ただやっぱりですね、それだけのために 3D をやろうよっていう風に言っても、製造業の会社だとやっぱりちょっとしんどいなって思うと思うんですよ。製品を企画して、作って、販売に乗せていくのがやっぱり仕事で、ここのメインストリームの仕事のウェイトがやっぱり大きいわけですよね。で、会社さんによってはオートキャドは使ってるけど、うちは図面をもらって、その図面に習って、部品を作って収めてる会社です。製品を作って収めてる会社ですという会社さんもあると思うし、そういう意味ではですね、やられてる商売のビジネスの種類っていうのは、同じソフトを買っていたとしても、やっぱりいろいろ多岐にわたるっていう部分はあると思います。で、そうなった時にですね、そのメインストリームを差し置いて、じゃあそういうふうにカタログが作れるよ、カタログ用の画像が作れるよって言った時に、それだけのためにじゃあ 3D を全部入れ替えて 3D キャドにできるかって言うとやっぱりできないですよね。いろんな会社さんお邪魔してても思うんですけど、やっぱり 3D 活用っていうところがどうしてもですね、難しさを一つ伴っているのは、削るっていう話、例えば金属の塊を削って、部品の形にしますっていうようなお仕事であれば、2D の図面があった方が、楽、逆に言えばそれだけで仕事はできちゃうよって話で話が済んでしまうんですよね。じゃあそれをわざわざ 3D にしなきゃいけない理由って何っていうようなところがやっぱり課題としてはある。製造業の大きい課題とかテーマというところではそこが大きいわけですよね、やっぱり。で、3D を活用しようっていう機運を作って、その上で営業ツールとしても実は 3D モデルって使えるよっていう風にやっぱり広がっていくっていうのがやっぱり自然なのかなっていう感じがしてしまったというのが、個人的な感想です。というわけでですね、これからオートデスクさんにお邪魔して、実際にそのビジュアライゼーションをやっていくっていうのはどういうことなのかとかですね。じゃあ、それ以外に、実際の製造業としての本筋のビジネスとして、どういうふうに御社のソフトウェア活用できるのとか、そういう部分をですね、お伺いしてみようかなと思っております。というわけでですね、次回以降の動画にちょっとだけご期待ください。というわけで、今回は、製造業向けビジュアライゼーションデーのご紹介というところで、お話は終わりにさせていただきたいと思うんですけれども、多分ですね、このイベントもまだ2回、3回、オートデスクさん企画されると思います。普段のお仕事では見ない種類のツールとかが見られるので、思考の切り替えにいいんじゃないかなと思います。実際こういうツールがあるっていうのを見て、実際これうちで使えそうかな。みたいな感じで、これ導入して、これを取っかかりにして、うちでも 3D やろうかな。みたいな感じのことが起こると、ちょっといいんじゃないかな、と、個人的には思っておりますので、オートデスクさんのですね、この動き、私も、これからですね、注目したいと思いますので、もしよろしければですね、皆さんも、動画上で、ご一緒いただけるとありがたく思います。はい。というわけで今日はこれで失礼をいたします。またよろしくお願いします。ありがとうございました。失礼します。